今日の話題、かなり濃いじゃん。はしか、岡本選手、除染土まで来るよ。最初から守備範囲が広いのだ。ついていけるか、ちょっと不安なのだ。その不安、遅いわよ。まずは体調の話から始めるわね。はしかの増え方、見ていこう。はしかの感染者数が今年も去年1年を上回ったのだ。1年分を4ヶ月で追い越す勢いってかなり早いわね。今月12日までの1週間で56人だよね。数字だけでも増え方が急なのが伝わるじゃん。累計は299人なのだ。去年1年の265人より多いのだ。2020年以降で一番早いペースって聞くとのんびり見ていられないわ。わしかって発熱、咳、発疹が出るっていうし、空気でも移るのが怖いよね。空気感染も起きるとされているのだ。近くにいなくても広がることがあるのだ。空気感染って同じ空間を共有しただけでも気をつけたくなるわね。学校とか人が集まる場所だと普段以上に距離の感覚が大事じゃん。感染者のうち30人はインドネシアやニュージーランドなど海外で感染したと推定されているのだ。日本は今ウイルスが定着していない排除状態なのよね。ずっと国内に広がっているわけではないという意味よ。なるほど。外から入った分に目を向ける感じだよね。入り口をしっかり見るのが大事じゃん。だから厚労省は1歳と小学校就学前の2回の定期接種を確実にって呼びかけているのだ。定期接種は決められた時期に受ける予防接種のことね。忘れずに確認したいわ。流行地域に行く前も接種歴を見直すと安心だよね。旅の準備みたいに先にチェックする感じじゃん。僕も記録を見返す習慣は大事だと思ったのだ。続いてはブルージェイズの岡本和真選手の話なのだ。前の試合で大当たりだったから次も気になるじゃん。今回は3試合ぶりのノーヒットだったのよね。流れって本当に読みにくいわ。エンジェルス戦に5番サードで先発出場したのだ。5番って打線の中でも頼られる場所だよね。そこで出るだけでも期待の大きさがわかるじゃん。1回は2アウト1塁2塁でショートゴロだったのよ。まず大きな場面だったわ。ショートゴロは内野の遊撃手がさばく打球だよね。チャンスだともったいない気分になるじゃん。相手のエラーで満塁にはなったけれど得点にはつながらなかったのだ。ヒットにならなくても試合の流れは少し動くのよね。そこが野球のややこしいところだわ。3回は見逃し三振、6回もノーアウト1塁2塁でショートゴロだったよね。あと一歩が続いた感じ。ノーアウトはまだアウトが一つもない場面ね。そこで点にしきれないと空気が変わるのよ。8回はフォアボールで出塁したのだ。3打数ノーヒットだったのだ。フォアボールは至急のことだよね。打てなくても塁に出るのはじわっと大事じゃん。打率は2割1分3厘に下がったけれど前の試合の活躍があるからまた戻す期待はあるわ。それでもチームは5対2で勝って4連敗の後2連勝なのだ。チームが乗れてるのは大きいよね。次の試合で取り返したらさらに盛り上がるじゃん。最後は除染土の再生利用の話なのだ。防衛省と最高裁判所の花壇でもやるなんて場所がかなり意外ね。官邸や霞が関の敷地でやってきた流れが少し広がるってことじゃん。除染で取り除かれた土を条件を整えて別の場所で使う方針なのだ。再生利用って聞くと柔らかいけれど使う土の条件が決まっているのね。放射性セシウムが1キロあたり8000ベクレル以下って数字があるとイメージしやすいじゃん。ベクレルは放射線がどれくらい出るかを見る単位よ。普段は馴染みが薄いわね。飛散防止のために通常の土を上にかぶせるのだ。見た目だけじゃなくて飛び散らないようにする工夫もあるよね。中間貯蔵施設で保管して2045年3月までに県外で最終処分する決まりもあるのよ。期限が決まってると先延ばしにしにくい感じするじゃん。長い道のりだけど出口があるのは大事だよね。政府は全国の公共工事の盛り土などでも使う方針なのだ。広い場所に広がるほど説明の積み重ねが必要になりそうね。身近な工事に関わるなら
気になる人も多いと思うよ。ちゃんと見ておきたいじゃん。石原環境大臣は、一層の理解醸成が図られることを期待すると述べたのだ。基準と手順が見える形で続くかどうか、そこに目が向くわね。ちょっと寄り道するけれど、医療って思ったより広い言葉なのよ。病院のことだけじゃないのだ。健康を守ったり回復させたりする活動全体を指すの。国や時代で見え方が変わることもあるわ。家庭での支えも含めて考える見方があるんだ。それから厚生労働省は、病気への対応を、医療、生活の支援を、介護として分けているのよ。言葉の分け方を知るだけで、ニュースの読み方が少し変わるのだ。救急や在宅みたいに、いろんな形があるって覚えておくと見出しも追いやすいわ。今日は体調の話も、野球の波も、土のこれからもあって、かなり考えることが多かったのだ。概要欄にリンクもあるから、気になったニュースはそこも見てみてね。面白かったら高評価をお願いするわ。また次回も一緒に追っていくのだ。